ナイス HCK 君、俺たちはずっと待ってた。というわけで、やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回はオーソドックスな真っ黒な被膜と、取り回しやすい16芯ケーブル。いやー16芯ケーブルはもう山ほど家にあるし、と思うじゃん。ナイス HCK はこれまでにも色々な OCC 線を発売してきたんだけど、なんでか取り回しが悪かったり、布被膜のタッチノイズが大きい機種が多くて、デイリーユース向けの、ノイズが乗らない、取り回しが良い、それでいて、洗剤の品質が良い、というケーブルが、ずっと不在だったんだ。このチャンネル的にも、おすすめのケーブルは、レッド AG など、布被膜のケーブルが多いんだよな。それから、スプリッタが金属製ではなく、ビーズタイプなことも不満な人が結構多い印象だったんだけど、まあ、HCK はそういう会社なんだろう、という気持ちで、割とそんなもんだろう、という気持ちでケーブルを愛用してたんだけど、ついに出してくれたよ。単結晶同語 N で、ミックス線、程よい洗剤で取り回しが満点の、ナイス HCK ブラック INK が、しかもプレゼント付き。詳しく見ていこう。ブラック INK は細かく編まれた16芯で、柔らかく、程よい洗剤の量と、それから、より低価格のケーブルでは、高音域、高中音域の分離感を確保できないところに、5N の OCC。単結晶導線を組み合わせた、従来の16芯ケーブルより高品位なケーブルだ。おまけに、耐候性に強く、ちょっとぐらい緑化しても気にならない、真っ黒な被膜。そして、取り回しを改善するスプリッタは金属製のリング。いつになったらこういうケーブル出すんだよ。と、ずっとお待ちになっていた人、お待たせいたしました。ようやく発売されたぞ。取り回しは本当に良好。これは16芯ケーブル共通の印象で、細かく洗剤が分けられているために、かなり角度がついたり、よれたりしても、全く問題なく対応してくれる。プラグ部分は亜鉛合金系にメッキを加えたもの。メッキ加工は傷や指紋などの問題を生む場合もあるので、せっかくブラックだったら、ここもブラックキャットのような艶消しでもよかったと思う。そんなことしたら見分けがつかなくなるかもしれないけど、プラグ選択肢は今回もちゃんと豊富。一般的な埋め込み2ピンにも使える2ピン端子に加え、こちらも定番の MMCX、さらに、QDC2 ピンも用意されてるぞ。ステレオプラグの方も、3.5mm、2.5mm、4.4mm のいつも通りのラインナップだ。さらに、ミックス線で、しっかり高音域、低音域を力強く表現できる洗剤選びと、ワクワク感の多い仕様、C242 などの、HCK の取り回しやすいケーブルたちのアップグレード先になりやすいぞ。それから、このケーブルの面白いところとして、先ほど、2ピン、MMCX、QDC の2種類のケーブルが存在することに言及したんだけど、なんと、中華2ピン、いわゆるフラット2ピンも用意されている。意外に端子部分が長くなると、見栄えが良くなくなるフラット2ピンの機種は多いので、フラット2ピンが使いたい人には、非常にありがたいベッドラインナップだ。それだけ定番線になる予感がするのかな？これだけ面白そうな要素を揃えつつ、ブラック INK は、もうすぐ始まるサマーセールで、3000円ほどで購入ができてしまう。クーポンを組み合わせればさらにお安くできるぞ。このケーブル、新しい中堅クラスのイヤホン用の定番になりそうだ。と、ここまで、非常に期待が高くなっているんだけど、果たして、その性能はいかに？実際に聞いてみよう。今回は組み合わせとして、アフルのパフォーマーを選択した。低音、高音ともにより強烈になる余地があって、なおかつ、ボーカルなんかも変化を感じ取りやすそうだったからな。それじゃ、実際に聞いてみようか。まず、タッチノイズはほとんどない。パフォーマー後は密閉度が高く、特に、タッチノイズが気になるイヤホンの一つなんだけど、細いケーブルに比べれば多少するけど、布巻きケーブルに比べると、全くタッチノイズがない、優秀な仕上がりだ。重量感は多少あるかな？洗剤の量が多いので仕方がないところだと思う。音色のバランスは、期待通り、C242 により高音域側の持ち上がりが良く、中高音域あたりの分離感も反応が良くて、そして想像以上に低音がちゃんと強い、ナイス HCK ブラックカットをより低音よりにしたようなバランスで、ケーブルの柔軟性ではこちらが勝るな。また、リダジーと比較したとき、高音域側がよりキレを増すのはレッド AG なんだけど、こちらも、中高音域あたりがハキハキ鳴り出すのは同じ。そして、低音に限るとブラック INK が一番強い。例えば、フル BA イヤホンで、低音側の厚みをより増したい人とか、それから、低音大好きマンが、中高音域の解像度を残しつつ、低音をバッキバキにしたい場合におすすめだ。低音はより暖色感を損なわず、空間全体を覆うような、イヤホンによってはブーミー感すら出てしまうくらいにちゃんと厚い。
この傾向がおすすめなのは、例えば、このケーブルを組み合わせる適正価格帯だと、キウイヤーズクインテッドとクオーテッド。クインテッドは十分な低音を持ちつつ、中音域以上のキレが魅力的なイヤホンだけど、魅力をそのまま保ったまま、低音側の情感を引き上げてくれるので、かなり印象的なサウンドになるだろう。クオーテッドは言わずもがな、強烈なサウンドがさらに強烈なバランスになる。同じく、この価格帯の低音モデル、7Hz レガトに合わせてやるのもいいな。脳が揺れる。それから、フル BA モデルに合わせてやるのも相性が良さそう。例えば、ブレイブリーにもうちょっとだけ低音域の厚みが欲しい、なんてシチュエーションには最適だろう。色も合わせやすい。基本的に、全域が元気になるミックス線らしい特性を持っているんだけど、それに輪をかけて、低音の元気っぷりが印象に残るので、全域元気で、なおかつ低音は輪をかけて元気な音が欲しい人におすすめしたいな。最初、補正かけっぱなしで視聴しちゃったかなって疑るレベルで低音が出てくるし、ほとんどのイヤホンではブーミーになりすぎることはない。もともと低音の表現が甘いか、他の音域を覆い尽くすようなイヤホンだと、他の音域もしっかりシャープになったと感じられる反面、低音のブーミー加減が印象に残りやすくなるかもな。ナイス HCK の低価格 OCC 線というと、ミックス PP がライバルになる。あちらはタッチノイズが気になる被膜なので、ターゲットが違うんだけど、ミックス PP と比較すると、あちらが正統派。ブラックインクは若干の飛び道具感があるな。特に低音が持ち上がる印象は、定番の単結晶同ケーブルとは違う印象を受けたぞ。単結晶同へのアップグレード感をビシビシ感じつつ、サブベースとベースの音量が明らかに持ち上がる、という面白いケーブルなので、ぜひ、試してみてほしい。意外なのは、似たような潜在チョイスのリノやミックス PP、そしてヒコトンなどの、太い音深線より、明らかに低音が持ち上がることだな。ブラックキャットよりも低音域よりなので、ぜひとも元気でアホな音が聞きたい時にトライしてみてくれ。と、こんなところだな。処方から随分時間が空いてしまったが、偶然明日からお安くなるサマースーパーセールの手前でレビューすることができた。さらに、今回はプレゼントもある。Twitter にて、このレビューが投稿された後から、1週間程度、リツイートによる応募を受け付けるので、体験してみたい人、2本目が欲しい人はぜひチャレンジしてみてくれ。といったところで今回はここまで。